さんこんにちは、ディンです。はい、今日はねちょっと新しい画角に驚いている方いらっしゃるかなと思うんですけども、今日はねこの広角でお送りしていきたいなと思います。はい、でこのね動画の前に1個作品を投稿したんですけども、その作品がこちらの FX30 ですね。30、はい、FX30 でバリに行ってね撮ってきたものになるんですけども、アドベンチャーであったりとかアクティビティであったりとか、あとちょっとエアビーでね撮影したりとか、この FX30 でねどこまでその作品を作れるのかっていうね限界を、追い求めたものになるので、ぜひねそちらを見てからこのねレビュー動画を見ていただけたらなと思います。はい、でこちらにあるこの4つのレンズですね。はい、この4つのレンズは何かって言いますと、そのバリで FX30 と一緒にね撮影した時に使ったレンズたちになります。はい、でねこのレビュー動画は前半部分がこの、ね、FX30 の、スペックであったりとか使ってみた感想であったりとか、そういったところを紹介していきたいなと思います。はい、で後半部分はこちらのねその FX30 と一緒に使ったレンズたちでどのレンズがいいのであったりとか、このシチュエーションではこのレンズだよねとかね、そういったものを紹介していけたらなと思います。はい、ではねここから FX30 のスペックについて紹介していきたいと思います。はい、この FX30 も見た目は FX3 です。ほぼ一緒。はい、なんですけども FX3 とちょっとっていうか1点違うところがあるんですよね、大きく。はい、それが何なのかっていうと、センサーサイズが、変わってきています。APS-C スーパー 35mm っていうねセンサーサイズを使用しています。ちょっとねこうフルサイズのねセンサーサイズよりもちょっとこう小さめの、センサーサイズになってしまうので、皆さん思うと思うんですよね。ノイズやばいんちゃうの、画質悪いんちゃうのって思うと思うんですけども、これねちゃんと考えてます。6K オーバーサンプリング 4K っていうものを使用しているので、こう 6K のものを 4K に凝縮して綺麗な 4K で映しますみたいな感じなんですけども、はい、なので全然綺麗です。はい、僕のね作品の中でもケチャックダンスであったりとかファイヤーダンスっていったところはね結構こう朝方であったりとか夕焼けの沈んでいくところであったりとか、もう夜とかね本当にねこう暗所のところが多かったんですね。なんですけども全然ねノイズはそこまで気にならないかなっていうのが僕の感想です。はい、僕がねこう今このカメラで撮影しているのが α7S3 になるんですけども、そっちはねもっとこうフルサイズだったりとかセンサーサイズが大きいのでもっとねノイズに対してね強いんですけども、それでもねカメラ全般からすると全然ノイズに強いのかなっていうイメージがあるので、全然お仕事であったりとかこういったねトラベル系であったりとか Vlog であったりとかそういったものでも全然、使えるのかなという印象があります。もっとね踏み込んだ話をしますと FX3 がねこの間アップデートでシネ EI モードっていうのがね使えるようになったんですけども、はい、でこの FX30 シネマラインなのでもちろん使えます。はい、これね僕がこう α7S3 をね普段使っているので、このねシネ EI モードっていうのがね使えないんですね。はい、なのでね今回僕ねこのシネ EI モードがねめちゃめちゃ楽しみで、もうすごい興奮して今回の作品全部シネ EI モードで撮影しています。はい、でねこのシネ EI モードどういったものかっていうのをね軽くご説明しますと、もともとこうフィルムカメラであったりとかそういったものっていうのはね ISO 感度がもともと決まってるんですね。はい、でそこを基準にF 値だったりとかシャッタースピードだったりとか、あとこう ND フィルターとかねそういったものを使って露出を設定するっていう形になるんですね。はい、でこっちのね FX30 の中にもそのね ISO 感度がもともと決まっています。 ISO800、2500、この2つがねこのシネ EI モードをね使用するときに固定される ISO になるんですけども、ここからねこうシャッタースピードだったりとか F 値だったりとか、またねこうレンズで ND フィルターを使って露出をね設定するって形になります。それ以外にもねα7S3 であったりとか FX3 そういったところ同様のねオートフォーカスっていうところはね使えますので、タッチトラッキングだったりとかねそういったところも使うので、僕はね本当にカメラワークをたくさん動かす撮影スタイルなのでたくさん使用しています。はい、本当に FX3 の APS-C スーパー 35mm バージョンみたいな形になっているので、これからねシネマ表現をしていきたいという方であったりとか、もっとねこう撮影現場で使
使えるようなカメラを使っていきたいとか、そういったね方たちにとってすごいいいカメラなのかなっていう印象がありますし、まあね FX3 だったりとか、僕みたいに α7-3 を持っている方でもこうサブ機っていうね立ち位置でも全然使えるなっていう印象があるので、はい、そういった立ち位置でこのね FX30 というものはね使えるのかなと思います。はい、それではですね、ここからはこの FX30 のね作品を作った時に使用したこの4つのレンズですね、このレンズについてねちょっと紹介していきたいなと思います。はい、じゃあねこのね4つのレンズ1つずつ何を使ったか紹介していきますと、こちら一番最初ですね、この一番小さいのが PZ1020mmF4G レンズですね。はい、G レンズになります。で、こちらは APS-C 用の、レンズになっています。はい、1020なのでね、広角域っていう形になります。で、次、こちらですね。こちらが E15mmF1.4G レンズですね。はい、単焦点レンズっていうものになります。さっきはね 1020mm っていうねズームレンズっていうものになるんですけども、こちらは単焦点レンズ、もともと焦点距離が決まっているっていうレンズになります。はい、なので単焦点レンズズームレンズに比べてかなり綺麗です。はい、なので、このね広角域っていうところで単焦点で撮りたい、 F 値もちょっとね一番低いもので撮りたいっていう時はこのね G レンズの 15mm これを使うと一番綺麗に撮れるって形になります。はい、これもね APS-C 用のレンズになっています。はい、で次3つ目ですね。これがFE24mmF1.4GM っていうねレンズになります。はい、これもねさっきと同様単焦点レンズっていうものになるんですけども、こちらはねフルサイズ用の、レンズっていうものになっています。はい、しかも G マスターっていうねラインになっているので、もうね解像度であったりとかそういったところが一番綺麗な、レンズになっています。で次最後ですね、この一番大きいレンズ、これが FE2470mmF2.8GM2 っていうものになります。これね GM2 っていうところで本当にね単焦点レンズに匹敵するぐらいのズームレンズかなと思っているので、そのズームレンズの中で一番解像度高く撮りたいという時は GM2 を使うのが一番ベストかなと思います。はい、そういった感じでねこのレンズを使っていったんですけども、はい、でさっきねこの FX30 これねAPS-C スーパー 35mm っていうセンサーサイズっていうのをお話ししたと思うんですけども、フルサイズ用のレンズを使ってしまうとこう今 24mm だったりとか2470っていうね焦点距離が決まっていると思うんですけども、これよりねちょっとこう焦点距離が変わってしまうんですよね。はい、この 24mm だと 35mm あたりになったりとか、なのでこのねFX30 を使う際はちょっとねその焦点距離であったりとかレンズ選びっていうところはね注意して選んでほしいんですけども、僕がね普段一番好きな焦点距離っていうものが 35mm なんですね。もう本当にねこの 35mm っていうね画角が僕本当に好きで、作品の中にもバリの現地の人の方であったりとか自分を撮ってもらったりとかねしてたんですけども、やっぱりその人のカットっていうところでこのね 35mm っていうのが本当にベストな、画角なんですよね。バストアップであったりとか本当に顔のアップであったりとかこういったね手のアップであったりとかそういったところをね一番こう綺麗に映してくれるのはね僕は 35mm かなっていうのがねあるので、僕はね 35mm をねファーストチョイスとして、選ぶっていうところがあるんですね。はい、で今回のねこの APS-C スーパー 35mm っていうところで 35mm 領域で撮りたいなっていう時に、でしかも G マスターっていうねラインの一番最高級のところで撮りたいってなった時にいろいろ計算するとこのね 24mm F1.4GM ですね、これがその 35mm あたりになってくれるので、僕はね今回のこのバリ撮影この 24mm 単焦点これをね一番、多く活用していました。なので僕この FX30 をねもし買ったとしたらねこの 24mmG マスターも買うのかなと思います。で作品の中にケチャックダンスっていうねシーンがあったと思うんですね。はい、でそのケチャックダンスはこう劇場があってでこう席があってみたいな感じなのでその席から動くことができないんですね。はい、なので焦点距離がもともと決まっちゃってるっていうところでこのね
単焦点で撮影をしてしまうとその変わり映えのない映像になってしまったりとかして、もっと望遠で売りたいのになとか、そういった時に応用が効かなくなってしまうので、そういった時にね、僕はこのケチャックダンスのところは2470のこのレンズを使って撮影していました。なので僕はね、結構この G マスターレンズっていうところは結構ファーストチョイスで考えていまして、で単焦点っていうところを最初に考えてて、それでも難しいなって時はズームレンズっていうものを、使うようにしています。はい。で今ねちょっとね G マスターレンズのところを熱く語ってしまったんですけども、やっぱりねこの FX30 を使っている中で広角で撮りたいなっていう時はね絶対出てくると思います。はい。なのでそういった時はこっちのね10-20mm だったりとか 15mm の単焦点レンズ、こういったものを使って広角域は撮るようにしていました。はい。でこのねレンズたちこっちに2つに比べるともう見て分かるように小さいんですよ。全然ねカメラバッグに1個2個入れても全然もう重さ変わんないよっていうぐらいのね軽さなので、広角でね撮影するときはどっちかを使って撮影するっていうのが一番いいのかなと思います。はい、そういった感じでね今回のこのレンズたちを使ったっていう形になるんですけども、このね G マスターっていうねレンズ、こちらねぜひ、使っていただきたいなと思っています。はい、ということでこのね FX30 のレビューであったりとか、その FX30 に一番向いているレンズたち、こちらのレンズたちですね、はい、この、ね、レビューを終わりたいと思います。ありがとうございました。